アプトギエン大島です。今日はプレス型構造の基本というタイトルで、精度と合成についての話をいたします。はい金型の一番基礎的な、構成要素である、パンチと台をここに書いてありますが、パンチは、材料にこう刺さるわけですよね。で、それで板を成形するわけですが、台の方は、材料が入ってくる方ですね。ですから、材料に入る方をパンチ、材料が入ってくる方を台というふうに呼びます。これは、打ち抜きのパンチと台の絵でものですから、その間に適正なクリアランスという設定が必要になります。で、このクリアランスが全周均一にきれいに、キープされている状態のものは型というわけですね。ところが、このクリアランスが、片方が狭かったり、広かったり、あるいは乗り上げてかじったりするようなものは型とは言わないですね。何と言いますか？そう、ガタですね。型とガタの違いがここにあるわけですね。でところがですね、このパンチと台で基本的なその材料を成形することはできるわけですけれども、宙に浮いているわけではないので、宙に浮いている状態ではですね、このクリアランスというのは当然キープできませんので、それを担保する、仕組みが必要になるわけですね。ですから、パンチはパンチプレートという板に入って、それから台は台プレートという板に入って、でそれが、ストリッパーガイドピンというピンで、つながれているわけですね。で、ここのところがしっくりできているということが前提で、ここのクリアランスが均一に保たれるように精度の一つの輪が成立しているわけですね。ですからパンチのここの部分がしっくりはまっていること、それからストリッパーガイドピンの軸のはまり具合がここでしっかりできていること、さらにはここの台プレートに埋めてあるブッシュの環合がきちんとできていること、それから台の外形が台プレートにきちんとガタなく収まっていること、いうことが必要になるわけです。ですから、この仕組みがないと、ここのクリアランスはしっかり、保たれないことになります。で、精度を出すためには、このストリッパーガイドピンというものが一番大事な要素になるわけですね。通常の型の場合はですね、その他に、ここに上と下に台セットがあります。パンチホルダー、台ホルダーと言われる板関係ですけれども、それを連結するように、ボールガイドポストというのが通常立てられております。で、当然その皆さん、日常これは目にしておるわけですけれども、実はですね、ストリッパーガイドピンの場合は、板関係がきちんとこう狭いところを連結しているもんですから、きちんと精度が伝わるんですけれども、このパンチホルダーと台ホルダーの間にはここに距離がありますね。ここで積み上がった板の関係上、ここに距離があります。でそうすると、横圧がかかった場合に、このボールガイドポストはこうしなりますよね。で、さらには、ボールガイドが潰れたりするもんですから、このボールガイドポストは、ここのクリアランスをきちんと保つためには、十分な役割を果たしていないわけですね。で十分な役割を出すためには、こちらの、サブガイドピンが
一番必要になるわけですね。それではですね、どうしてこれのボールガイドポストというものが設置されているかというと、一つはですね、皆さん金型組み上がった時に、もしこれがないと、上型と下型を合わせるときに、まず最初に、上型を持ってきて下型にかぶせるときに、このストリッパーガイドピンの頭がこのブッシュに入ろうとしますが、非常に精度が高い部品で、隙間が狭いものですから、そう簡単には入らないですよね。で、無理やり斜めに入れるとこじてやってしまって、ここの精度をあっという間に悪くしてしまうということもあるもんですから、まず最初上型と下型をこちらで仮にガイドをして、その後このサブガイドピンが入ってくるというような役割があって、で言ってみればですね、型合わせのためにこのボールガイドポストはあるんだということがあります。それからもう一つの役割としてですね、どうしてもプレスの上下運動のラムなんかがスライドするためには隙間がありましてですね、どうしても左右に触れたりなんかします。また、非常にプレスがガタになってきますと、この左右の触れが大きくなって、遊びが大きくなってですね、精度が悪くなってきますね。で、そのまんま金型の方にその振動を伝えますと、このストリッパーガイドピン、あっという間にガタガタになってしまいますね。ですから、まず最初にここでクッションのために遊びを吸収してやる機構が必要になるということで、このボールガイドポストの役割があるわけですね。少量の金型の場合は、このボールガイドポストがなくて、ここから左側の分だけ、特にですね、ストリッパーガイドピンだけで精度を出すような簡易の型構造を作ることもあります。でもそうするとですね、今言った通り、もしこれがないとするとですね、プレスのその遊び方をすべてこのストリッパーガイドピンで負担するためにあっという間にガタになってきます。長寿命の金型にならないですね。プリプロ用の金型の場合はこれがないということもありますけれども、大量生産向けの金型の場合はどうしてもボールガイドポストというのが型のバランス的にもですね、非常にいい位置にないと、今言ったようにプレス機の遊びを吸収してくれないということになってきます。ところでですね、ここにストリッパープレートというものを設置をしてありますけれども、その役割というのを皆さん考えたことが当然あると思うんですね。まず一番大きな役割はですね、ここにありますように、パンチの先端をガイドして位置決めに使うということがありますね。それから、加工したり穴を開けたりするときに材料をきちんと押さえておかないとずれますので、材料を押さえる、きちんと押さえつけるという役割があります。それから、例えばこの絵の書いてありますように、例えば穴を開けたパンチがそのまんま上がっていくとですね、材料をくっついたまま上がっていってしまいますので、このストリッパーで剥がしてやらなきゃいけないということで、材料を剥がすという役割があります。主なストリッパーの役割はこの3つですね。ガイドをする、押さえる、剥がすという役割になるわけですが、もう一つは、例えば純装の中で各工程によっては、材料を上に曲げたりすることが出てきますね。で、そうすると曲げの細かくを入れなきゃいけませんので、材料を成形する、あるいは加工するという役割がここに入ってきます。ね、
です。これが、それぞれのプレートの役割ですね。パンチの位置を決めてやる。台の位置を決めてやる。ストリッパーについてはこういう役割があるということですね。ところでですね、皆さんの会社の金型はどういうタイプでしょうか。非常に厚物が多い金型、あるいはプレス加工が多いのか、それとも、会社でやってるものは非常に薄物で電子部品みたいな、あるいは端子みたいなものが多いのかですね。で、金型の方もですね、大きく分けると、こういう、例えば厚物向け、特に自動車部品の関係が多いようなものについては、非常に材料が厚いもんですから、プレスの荷重、必要となる荷重が大きくなる。で、太いパンチを使うというようなタイプの金型と、それからもう一つは、非常に薄いもの、薄い材料を、高速で打ち抜くというような、あるいは端子みたいにですね、非常にピン数、パンチ数が多いというようなものが、メインというようなその仕事をされているところ、大きく分けるとですね、こういう2つのパターンになります。で最近はですね、厚物で特に精度が高いとか、あるいは厚物であっても非常にその細い穴を開けなきゃいけないというような仕事が多くなりましてですね、この A と B というののミックスのタイプになってきております。で、ところでですね、先ほど言いましたように、それぞれクリアランスをきちんとキープするためにパンチプレート、ストリッパー、ダイプレートというような、3つの大きなその精度の高いプレートがありますけれども、それぞれの板の中で、皆さんの会社で、あるいは皆さんが、どのプレートが一番重要度が高い、あるいは一番優先度が高いというふうに考えられますか？で、会社によって当然その重要度の比率は違うんですけれども、特にこの厚物タイプの金型の場合においては、パンチをしっかり植えてやる。そのために、パンチプレートが一番重要だというふうな、考え方をしております。で、それはどういうことかというと、パンチの先端が材料に入ります。で、この材料に入っているここの部分が製品の寸法になるところだもんですから、製品寸法を決めるのはパンチの寸法であると。で、パンチはちゃんと位置が出てないと、ずれたりするとですね、ここに開ける穴がずれてしまうということで、パンチが一番重要。で、それを止めるパンチプレートが一番重要という考え方になります。で、ダイプレートの方はどうかというと、クリアランスがありますので、その分だけ微妙に多少ずれたとしても、製品に対するその制度的な影響は少ないということもあって、パンチプレートよりもダイプレートの方が優先度が下がる。で、ここに書いてありますように、非常に太いパンチにおいてはですね、あまりここでしっかり決めておきさえすれば、パンチがずれることは少ないので、どちらかというと、パンチガイドの役割を放棄しても問題なくてですね、特に材料を押さえるとか剥がすだけの役割にしても、するだけに限ってもですね、仕事をすることが可能であるということもあって、優先順位としては、このパンチプレートが1番、ダイプレートが2番、ストリッパプレートが3番目というような順位になってきます。一方、薄物をやる場合はですね、話が全く変わってきましてですね、
細いパンチが非常にたくさんあるということになります。でそうすると、細いパンチで細くて長いパンチがありますとですね、で、ここで一生懸命パンチの位置を出したとしても、その曲がりが当然出てきますね。パンチが当たるときに荷重によって曲がる。あるいはセッティングによって多少でも曲がるというような、ここのパンチが曲がって入る、あるいは下降時に曲がるということもありますので、ストリッパープレートできちんと先端をガイドしてやらないと、クリアランスをキープできないということになってきます。で、そういうわけでですね、こういう薄物をやる金型については、ここのギャップをクリアランスよりはるかに小さく、1ミクロン、2ミクロン、3ミクロンというような寸法で、このギャップですね、パンチ先端をガイドするというような形にします。で、その時にパンチプレートはどうするのかというと、両方ともカチカチにしてしまうと、もう組み立てもできなくなるものですから、こちらを狭くしてある分、こちらの方は比較的隙間くらいですね。100分の1くらいの隙間にして、ここにフックをつけてやってパンチを抜くだけというような形ですね。パンチをホールドするというような役割だけにするということになります。で、そうすると、この優先順位がですね、こういう薄物、あるいはパンチと、細いパンチをたくさん並べて使うような金型の場合は、優先順位はストリッパープレートが1番、それから台プレートが2番、で、パンチプレートが3番というような順位付けになります。ですから、当然それだけで言えるわけではなくて、先ほども言ってますように、それをミックスした金型が最近増えてきておりますので、それぞれの金型、それぞれのその会社の今、現時点で使われている、あるいはこれから使う金型について、それぞれの加工のパンチについてですね、どういうガイドの仕方をしてあるのかというようなところをしっかり考えながら仕事をしていくと非常に安定した仕事ができるようになるんではないかというふうに思っています。で、少し合成の話をいたしますが、皆さん毎日プレス加工をやっておってですね、どんどん毎日プレス加工して上下運動させているとですね、例えば、ボルスターの上面、金型の下の面からですね、油がぷく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 と吹き出してカニが泡を吹くような状況というのをきっと見たことがあるんだろうと思うんですね。で、これはそのクランプの仕方、あるいはクランプの位置によっても変わってきます。で、実際にそういう時にですね、型を外して裏側をこうやって覗いてみると、金型の裏がこういう形で、その赤サビが出てるようなところがありますよね。こういう状況だとか赤サビが出てる状況の赤サビの分布状況なのを見ますとですね、ここの部分が浮いたり離れたり浮いたり離れたり、あるいは振動しているということですね。つまり、息をしているような状態があるわけですね。一番頑張らなきゃいけないこの面がですね、そういう状態で浮いたりする、あるいは振動したりしているというようなことになると、この刃先の条件っていうのは決していいことはありませんよね。ピタッとついて安定していれば、自然にここの刃先のクリアランスは安定しているわけで、型の寿命もずっと良くなりますね。で、以前にですね、非常にその難易度の高い金型をやってるところに行ったんですけれど、どうしても金型の寿命が伸びない
でどうしたらいいだろうかって相談を受けたことがありますけれども、ここの台セットの厚みを見てみますと、すごくしっかりガイドはしてるんですけれども、ここの厚さが30ミリしかなかったと。両方ですね。で、今言う通り、ここのところにぷく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 泡を引いているというような状況でした。ですから、まあ、この最低でも、この台セットの厚さを倍にしてくださいというふうにして、帰ってきました。あと、ほとんど何の問題もなくなったようですね。もう一つですね、合成という面から言うと、皆さんの会社では、台セット、下の台セットの下に、直接、ボルスターを止めて、ここの間には、いわゆる下駄だとか羊羹だとか言いますけれど、そういうものをセットしない会社と、逆にスクラップの落とし、回収、そういうような都合で、常にここの下に、下駄、羊羹を設置するのが当然というふうになっている会社と二通りあります。で、これの羊羹ですね、下駄の並べ方をこう見てみますと、ボルスターがあって、小栗方向があってですね、そこにこうスクラップの落とし穴がありますけれど、一番簡単な羊羹の付け方はこう平行にこうつければ、いろいろ細工しなくて済むもんですから一番簡単なんですけれども、それを、これ横から見るとこんなような形になりますよね。で、そうすると、常にこう、荷重がこう、台セットにかかってきてしなっている状態がありますと、ここのところが、台セットがですね、曲がってる。で、こういうようなセットの仕方をすると、台セットが曲がって振動しているというデータがすでにあちこちに出てます。ですから、それをやめて、で、こういう直角方向に入れ直すということだけで、ここのその安定状況が非常に変わってきますね。ですから、もし皆さんの会社で、下駄を使われるようであれば、こういうような平行に入れることはやめて、直角方向に配置をするというふうにしていただけるといいかなというふうに思います。で、今日の話のおしまいの方になりますけれども、今言ったようにですね、非常に会社によってはですね、会社によっては非常にしっかりした金型を作っているところと、あるいは逆にですね、割とその、華奢な金型を作られているところとあります。まあ、華奢なっていうのはですね、特に、この先ほど言いましたように、台セットが非常に薄い金型の場合はですね、今言うように、その合成不足で、こう、台セットの裏が、振動を起こしている、たわんでいるというような状況になっております。で、最近はですね、ここのプレスの、その、左右の振れ、平行度というものが、ものすごく、高いプレスが、出てきましたですね。で、まあ、そういう、その、安定した触れないプレスを使うとですね、こう、華奢な方々であっても、そこのプレスがカバーしてくれるもんですから、こういう振動が非常に少なくなって、こういう金型を使っている場合であっても、見違えるほど、いい製品が安定して打てるようになったという事例も多くあります。逆にですね、もともと台セットは例えば 70mm、80mm、100mm、最低でもですね。で、非常にがっちりした型を作っておられる会社はですね、
例えば、今言ったように、非常に高価なですね、精度の高いプレスを使ったとしても、もともとこのしっかりした合成の高い金型は加工しているもんですから、そのプレス機の良さがあまりよくわからないというところもありますね。はい。で、今日は、精度と合成ということについて、考えてきました。はい。はい。今日は、プレス型構造の基本ということで、精度と合成について話をしてまいりました。もし、質問やご意見等がありましたら、またメールの方までお寄せください。